皆さんこんにちは、こんばんは。猿頭トリートメントです。前回オキュラスクエストを1年半遊び倒した猿頭が選ぶクエストソフト25選の第1弾ということで、1位から12位を紹介する動画をアップさせていただきましたが、今回はその続き13位から25位までを一気にご紹介したいと思います。前回の動画に皆さんの好きなゲーム、お気に入りのゲームたくさんコメントいただきましてありがとうございます。25本の中からしぶしぶ外してしまった僕のお気に入りソフトが結構あったんで、やっぱりかって感じでしたね。本当は倍ぐらいの僕のお気に入りソフトがあるんで、また機会があれば紹介していきたいと思ってます。ああいう生の声はすごく今後の参考になるので本当にありがとうございます。1位から12位の動画をまだ見てない方はよかったらそちらの方を見てみてください。今回もランキング形式にはしてますが、あくまで個人的な好みであって、オキュラスクエストのラインナップ全ての中から優劣をつけるような意図があるものではありません。参考程度に楽しんでいただけたらありがたいと思ってます。それでは、本日もよろしくお願いします。第13位、ザ・クライム。コンシューマーゲームにもアンチャーテッドとかトゥームレイダーなど壁をよじ登る操作が多いゲームはありますよね。ビッグタイトルに多く採用されているので、あのゲーム性は受けるとゲームメーカーが認識しているということなんでしょう。しかし平面の画面を見ながらコントローラー操作で壁をよじ登るのと、360度の景色の中で壁を握りしめて真上に上がっていくのとでは全く面白さが違います。肩に力が入るし、手のひらに汗がにじみ出てくるんですよ。これも個人差はあると思いますが、僕の場合はだいたい次の日筋肉痛になります。ホールドにぶら下がって下の景色を見てやばーって息を飲んで、力のなくなっていく手が滑り落ちないように気にしながらジャンプして、次のホールドに逆の手の指をかけていく。集中して正しく判断しないと即落下です。難易度やルートを選択できるんで、練習しながら上達することが可能です。グラフィックも美しく、頂上に登りきった時はもう達成感があって、ガッツポーズしたりヤッホーって叫びたくなります。登頂のご褒美として景色を見ながら美味しいものを飲んだり食べたりすることをお勧めします。バカバカしいと思われるかもしれないですが、結構美味しく感じますよ。もうすぐ続編が発売されます。トレーラーを見る限り高層ビルに登れる面があるようですね。また筋肉痛の日々がやってきそうです。第14位、クックアウト。厨房のオペレーションのバタバタをマルチプレイで楽しめるゲームです。集中力を鍛えたり、チームワークを楽しんだり、少しの運動にもなります。焦ってバタバタすることが楽しさにどういうつながりがあるのか心理学に疎い僕にはわからないですが、リズムゲームしかり、レースゲームしかり、テトリスしかり、プレッシャーをかけられつつ集中力を発揮することはすごく楽しくエキサイティングに感じます。時折ゾーン状態に入ることもありますよね。そういう楽しさをちょっと肩の力を抜いてふざけながら楽しめるゲームです。マルチプレイではさらなるカオスなバタバタが楽しめます。調理手順の数や責任の重大さこそ全く違いますが、実際のオペレーションの感覚に結構似てます。あまり一生懸命にプレイしすぎると、そういえば給料出ないんだったって我に返ってバカバカしくなるかもしれませんね。とにかく楽しい気分でプレイできるゲームなので、個人的に大好きなタイトルの一つです。第15位、ファントム。移動が全てカヤックという VR ありきの世界観が舞台のステルスアクションゲーム。ナショナルジオグラフィックを初めてプレイした時に、カヤックのパドルを漕いだ瞬間、スイーッと水面を進んでいる感覚に驚きました。実際にボートで釣りをしている時にスイーッと進むあれと全く同じ感覚なんですね。あの感動にインスパイアされて思いついたのかどうかはわからないですが、このシューティングゲームでの移動はなんと全てカヤックで行います。カヤックにマシンガンやスナイパーライフルを積み込んで、暗闇の水路を見張りに見つからないように潜入し、ミッションを達成していくっていうのが大まかなこのゲームの流れです。カヤックで移動するこの部分に魅力を感じず手を出せないでいる人がいるんじゃないかと思います。でもアナログスティックを倒して歩くよりはカヤックのパドルを漕いで移動する方がリアルなんですよね。立ってプレイした方が臨場感を味わいやすい VR ゲームが多い中、座った方が臨場感を得やすいって結構貴重だと思います。パドル操作で丁寧に動かすカヤックの挙動に集中しつつ、敵に見つからないように作戦を遂行していきます。薄暗い画面と BGM とが相まってとにかくドキドキしてきます。 VR の隔離された画面の中でスニーキングミッションを遂行するのはめちゃくちゃ相性がいいんですよ。やっぱりスリルとか死ぬかもしれないリスクとかって客観的な状況でプレイするより当事者の感覚で体験する方が明確に刺さりますよね。そういう体験がとても楽しいゲームです。第16位、チュートブラシ。こちらは VR の中でも結構ラインナップの多いアート系のアプリケーションの代表作で、 3D 空間に自由にイラストを描くことのできるツールとなっています。いわゆるお絵かきツールの VR 版です。
いろんなエフェクトを使って絵が描けるのが特色となってて、炎や電気、ネオンライトや雪、星などを使って演出したり好きに並べたりできます。絵を描くことに興味がない人には見向きもされないようなタイトルですが、意外にハマる人が続出してるみたいです。平面に絵を描くことが当たり前の私たちにとって立体のものを立体に表現する方法は限られてました。粘土細工とか彫刻とか。しかし今は VR ゴーグル一つさえあれば材料を何一つ用意することなく無限のスペースに立体的なものづくりができるんです。まるで落書きをするように感覚に身を任せて好きなようにイマジネーションを広げられます。これは VR 技術が生み出したこれから普及していく未来のアートの一つの形であることは間違いないでしょう。第17位ダウン・ザ・ラビット・ホール。モスのように箱庭を覗き込むような感覚で物語を進めていくパズルアドベンチャーゲームです。不思議の国のアリスの世界の中で主人公の少女を助けながら共に冒険をするようにゲームが進んでいきます。モスと同じくほとんどが三人称視点でのプレイになります。 VR の特質上一人称視点のゲームが多いのは当然なんですが、実際は三人称視点のゲームも結構あります。これには理由があって、ジオラマやフィギュア、ドールハウスってなぜか心惹かれるものがあるじゃないですか。 VR では無限に広がる精巧なジオラマや本物そっくりのフィギュア、実際の家のように作り込まれたドールハウスが現実よりは簡単に作れます。その中に暮らしているウサギが話したり、頭をかいたりうたた寝したり可愛らしい仕草をして暮らしている様を目の前に存在しているかのように見ることができます。現実のシルバニアファミリーのウサギや猫は実在することに良さがありますが動くことはないですよね。だからもうね、クオリティの高いこの立体ミニチュアの世界っていくらでも眺めていられるんですよ。同じ 3D モデリングでも平面のものと実在感のある VR のそれとでは数倍愛らしさが変わる気がします。その上にこのゲームはストーリー、謎解きギミックのゲーム性、不思議の国のアリスに出てくる魅力的なキャラクター、美しい色やデザインなど楽しめる要素満載で全体的なレベルも素晴らしいです。個人的にモスの主人公が可愛かったのと戦闘アクションがあった分モスの方にゲームとしての高評価をつけちゃいましたが、好みによってはこっちが合う方も多いと思います。特に不思議の国のアリスが好きな方にはぜひプレイしてもらいたい一本です。第18位ナショナルジオグラフィックエクスプローラー VR。ナショナルジオグラフィックのカメラマンとして南極やマチュピチュを体験するゲームです。日常ではなかなか体験できないシチュエーションを VR ならではのアクションやアイディアでリアルに体験できる作りになってます。まるで遊園地のアトラクションを体験しているような有意義なひとときが過ごせます。クジラを写真に収めたり、オーロラを眺めたり、吹雪の中テントで過ごしたり、カヤックで氷壁の間の川を探検したり、絶壁をクライミングしたりします。特に凝ったゲーム性こそありませんが、日常で体験できないロケーションのチョイスが絶妙で VR ならではの操作にも工夫が感じられて楽しさを感じます。関係ない話ではありますが、例えば今後スカイリムのような AAA 級タイトルの VR ゲームのシチュエーションのごく一部にこういうアイデアがたくさん吸収されていった時、どれほどの体験に変わっていくのでしょうか。そういう未来の可能性を想像させてくれるタイトルとしても貴重だと思います。ワクワクしますよね。発売当初は南極しかありませんでしたが、アップデートでマチュピチュが追加されました。この先もロケーションが追加されていくのではないかと期待してます。友達に VR を進めるときにデモプレイしてもらうタイトルとしてもおすすめできると思います。第19位 Five Nights at Freddy's VR。 僕はこのゲーム通称 FNAF がすごく好きです。でもね VR ではなかなかできないんです。とぼやいててもゲーム紹介にならないので順を追って説明していきますね。スマホでもシリーズがたくさん出てますし、映画化の話もある有名な怖い系のゲームです。夜中に徘徊するアニマトロニクスたちに殺されないように管理室に隠れてやり過ごすっていうゲームです。完全なホラーとは僕は認識してなくて、意外に可愛いっていうかセンスが面白いというか、ちょっとチープでユーモアのある世界観が楽しいゲームだと思います。でも VR ではそれを楽しむ余裕がないんです。スマホだと客観的に他人を操作している気分でゲームを楽しめるんですが、いざ VR でプレイすると残り電力を気にしたり監視カメラを真剣にチェックしているうちにプレゼンスを感じてしまって、例の管理室に実際にいる気分になってしまうんですよ。夢の中で夢やなってなんとなく理解できる時もありますが、不思議と夢とは認識できずに現実のように感じてしまっている時が多いですよね。アニマトロニクスの動向に集中しすぎるとついつい脳がこれがゲームであることを一瞬忘れてしまう。僕は急に怖くなってヘッドセットを頭から外してしまうわけです。これをいつかクリアできる根性がつくのか予定は未定ですが、めちゃめちゃ面白いゲーム性であり大好きな体験であることに違いはありません。第20位ガンクラブ VR。 とうとう日本語にアップデートされた名作ガンクラブ。とにかく僕個人の感想としては打ち心地の気持ちいいガンシューティングゲームです。
夢中になってやめ時を失ってしまう中毒性を持っていると思います。 VR では銃のトリガーを引いて銃弾を的に命中させるだけのシンプルな行為が単純に楽しいです。戦略や立ち回りや作戦などなくても。このガンクラブというガンシューティングゲームはそのシンプルな楽しさに絞って作り込まれたようなゲームです。マガジンを装填し、的に狙いを定めてトリガーを引くだけ。人型の的の頭に当たればヘッドショット、捕虜に当たってしまうとペナルティを受けます。次々と出てくる敵兵を一定人数倒しきるとステージクリアです。そういうステージがたくさん用意されているシンプルなゲームです。ストアではかなりの種類の銃が販売されてて、アップグレードショップでいろんなパーツと組み合わせて改造できます。銃を撃った時の反応が良くて、とにかく気持ちいいんですよね。狙って撃つと気持ちよくいい感じに飛んでいきます。僕は FPS にハマる基準の一つとして銃の撃ち心地が気になるタイプです。リアルかどうかは僕には分かりませんが、撃っていて気持ちいいことは間違いないです。あとマガジンを装填したりスライドを引いたりするスピードが要求されて、銃の取り回しの手順が程よく必要なところも気持ちいいんですよね。だんだん銃の取り回しがこなれてくるので、ちょっと自分に寄っちゃう時もあって楽しいですよ。第21位、ザ・ウィザーズ。ちょっとしたマップを冒険しながら進んでいく剣と魔法の世界のファンタジー。こういうジャンルのゲームは VR にも多いです。やっぱりスカイリム VR とかアスガルドラースのような PCVR ゲームの壮大なボリューム RPG に匹敵するタイトルはスタンドアロン型のヘッドセットではまだ出ないかもしれません。このザ・ウィザーズはアクションゲームとして十分に面白いんですが、値段に対してのボリュームがちょっと物足りない印象です。でもこのゲームに僕が心惹かれたのは、ジェスチャーを覚えてジェスチャーで呪文を発動させるところにあります。スロットに炎の呪文と回復の呪文をセットしておいて十字キーで発動させるのではなく、グーを交差させたら魔法の意味が現れたり、グーを引き抜くようにスライドさせると火の玉が手の中に燃え出してドラゴンに野球投げをして投げつけるのように、全てジェスチャーにて呪文を発動させる VR ならではのギミックが楽しいんです。 VR の楽しみの一つになりきりっていう体験があると思うんですが、例えばこの先ハンドトラッキングで韻を結んで陰陽師になりきったり、カメハメハのジェスチャーをすれば手のひらが光り始めてカメハメハが出たりというような未来性を感じてドキドキせざるを得ない体験がこのゲームで味わえます。第22位、ラケット NX。 壁打ちテニスにピンボールのようなアトラクション要素を混ぜたゲームです。プレイヤーはドーム状の壁に囲まれてて、360度見渡す限りどこもかしこも壁というフィールドでプレイすることになります。ひたすら壁にボールをぶつけ、回転のかかったボールはドームの壁を這うように転がるんですが、仕掛けに跳ね返ったり点数が入ったり体力が奪われたり回復したり、派手なギミックと効果音とエフェクトが激しいんで、プレイしているうちにだんだんテンションが上がってきます。コントローラーのトリガーを引くと吸い寄せられるようにボールがラケットに向かってきますので、打つことと引っ張ることをうまく使ってチェックポイント全てにボールを当ててステージクリアを目指します。このゲームはやってみるととにかく楽しくて気持ちよくて爽快感があるんですが、プレイエリアの広さによって楽しさが大きく変わるゲームでもあると思います。手を気兼ねせずに思いっきり振り回せるようなスペースを確保できる方にぜひお勧めしたいですね。1メートル四方の面積と3メートル四方の面積のガーディアンではかなり面白さに差が出ると思います。スリル・オブ・ザ・ファイトでも同じようなことが言えると思うんですが、やっぱり VR 専用部屋が欲しくなっちゃいますね。第23位、オーシェイプ。リズムゲームとエクササイズを合体させたようなゲームは VR に数多くあります。それらの多くは銃で撃つか向かってくる目印に仮想の剣やコントローラーを合わせるタイプです。このオーシェイプはちょっと一線を画していて、迫ってくる壁にくり抜かれたポーズに合わせてポーズを取っていくリズムゲームです。全身のポーズをピタッと決めなければいけないので、腕を振ったり避けたりするいつもの VR の動きとは少し異なります。コントローラーを持つ手を動かすのではなく全身を使うので結構ハードなんですよ。パンチや避けるといった動作も混ざってきます。ヘッドセットの位置とトラッキングしているコントローラーの位置をもとに全身のポーズを予測してるんだと思うんですが、結構正確に判定してくれるのでシビアな動きが要求されます。体全体を大きく動かすので体操した後のような爽快感があります。血行が明らかに良くなっているような全身のポカポカ感が感じられます。とても健康に良さそうなゲームですが、無理してハードモードで頑張ってしまうと腰とかをひねってしまう危険もあるかもしれないので、自分に合った曲と難易度で楽しむのがいいと思います。特に両手を頭上に上げるポーズが素晴らしくて、なかなか大人になると手を頭上に上げる機会ってないですから、肩が軽くなるんですよね。それでいて当然リズムゲームとしてむちゃくちゃ楽しいのでおすすめです。第24位、テトリスエフェクト。レズインフィニティの作者が VR とテトリスを融合させたゲームです。レズインフィニティもオキュラスクエスト2のローンチタイトルとして発表されたので楽しみですよね。
縦長の超巨大スクリーンに映し出されたテトリスを普通にプレイするゲームです。VR テトリスとはいえ 3D の実を下から見上げたり画面を自由に回転させたりするわけではありません。ですが隔離された空想世界の中で幻想的なエフェクトや音楽に包まれた状態で集中するので、なんとも不思議な心地よい環境下でのプレイになります。4段消しをするとクジラの鳴く声が響いたり、光り輝くイルカが泳ぎ始めたり、青白い光の粒でできたマンタが現れたり、 LED のクリスマスイルミネーションのようにカラフルな美しいグラフィックと壮大な音楽がプレイヤーのミノの動きに合わせて様々に変化していきます。ステージによってエフェクトや音楽が変化していくのでいろいろ楽しめます。テトリスは落ち物パズルゲームの元祖です。テトリスが発売されて30年以上の間、いくつもの落ち物パズルが誕生しました。しかし僕個人としては未だに落ち物パズルの中で永遠にプレイしていられる気がするのはテトリスなんですよ。シンプルかつ奥が深いゲームって何度やっても飽きない特徴があると思います。普段でも思わず熱が入って集中してしまうテトリスですが、視野も音も確立された仮想空間の中で美しいエフェクトと音楽に包まれながらどっぷり没入しながらプレイすると、また一味違った幸せな時間になります。本当に時間を忘れてずっとやってしまうっていうレビューをよく見かけますよね。第25位、キュービズム。 VR 上にある立体的な積み木をステージごとに決まった形へと積み上げていくパズルゲームです。よくあるスマホのゲームのようにシンプルでポップなグラフィックでパズル自体も面白いです。スマホのパズルゲームとちょっと違うのは永遠に続いているような真っ白な空間の中に隔離されていることですね。するとたちまち時間を忘れてのめり込んでしまいます。独特の心地いい効果音、真っ白な空間、触ると気持ちいい立体的なカラフルな積み木、それらリラックス要素と程よく難解なパズルとがミックスされて、いわゆるフロー状態に入りやすくなります。現実世界と隔離された真っ白な世界で没頭していると、もうこんな時間ってなるくらいにハマっちゃいます。リラックス効果や瞑想効果みたいな相乗効果があるかもしれませんね。何はともあれ肝心なパズルゲーム自体がとても面白くて頭の体操になります。僕の勝手な感想ではありますが、頭が良くなる脳の使い方をしてるなっていう気がしています。視覚と聴覚を遮断した仮想空間に入れるので、集中力を必要とするパズルゲームとも意外に相性がいいのが VR の奥の深さですよね。以上、泣く泣く選んだ猿頭がドハマりしたオキュラスクエストトップ25をお送りしました。もうすぐオキュラスクエスト2の発売がやってきますね。それとともに数々の魅力的なローンチタイトルもプレイできるようになります。僕はいろんな VR ゲームを大量にプレイするのが好きなんですが、 VR のゲームって1本を1年とか半年とか余裕でプレイし続けれるタイトルが多いんですよね。体を動かしたりプレゼンスを感じてるからだと思うんですが、バスケットとかスノーボードのような趣味やスポーツに近い感覚があるタイトルが多いです。もうね、一本を極めて上手くなっていくのもこれまた VR の楽しみ方の一つだと思うんで、僕みたいにね、ついついあれこれやってしまうのでもったいない部分があるかもしれないんで、これだっていうソフトをもし見つけたら長くずっと付き合っていくというのも楽しい VR の遊び方なんじゃないかとこの動画を作ってて思いました。それほど一本一本が面白いんですよね、 VR って。てな感じで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんからの高評価、チャンネル登録、温かいコメント、それから Twitter のフォローをお待ちしてます。あとこのチャンネルではエコ VR の日本人コミュニティメンバーを募集しています。エコ VR を始めたけど遊び方がわからない、一緒に遊ぶ人がいないなど初心者ベテラン問わず募集してます。気になる方は Discord サーバーへのアクセスもしくは Twitter にてメッセージください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。猿頭トリートメントでした。